あなたと考えていること、思っていることが違うかもしれないね。マジシャンとしてお相手さんはドンと構えてるんだけど、トップ、戦車なんだけど、あなたは結構焦ってるかもしれないね。うん。この業の山、その業にデビル、お二人の縁の強さが出てるんだけど、ひょっとすれば、本当はね、もう今現時点で十分幸せになれるお二人なんだよ。幸せになれるお二人のはず。だけど、お相手さんは、ちょっと欲張りでね、もっと自分を試したい。もっと自分はできるんじゃないかとか、あなたのことは愛してるんだよ。離れられないっていうのが出てて、愛してるんだけど、ひょっとすれば、あなたのことを少し、重く感じてるかもしれないね。だから、どうしようもなく惹かれるんだけど、自分が、ひょっとすれば今は自分のことに集中したい。例えば、お仕事とかね。なんかそういうメッセージが来るね。で、それで、この5のワンズ、常に、仮想の闘争の中にいる。だから、あなたは分かってんじゃない？今のままで向き合うことができれば幸せになれるはずだとね。普通に、幸せなんだって。だけど、この方は、そこがちょっと、まだまだなんか欲張りに、まだまだ自分を追求したい、伸ばしたいっていう意識で、仮想の戦いの中に入っていくっていうのが出てる。このタイの山だと、原動力のね、語がジャスティスになってて、ひょっとすればあなたとのご縁に対して、疑問を抱いてるかもしれないね。本当に俺はこのままでいいのかみたいな。それで、シックス・オブ・ソーズで、その別天地へ向かうよと。だけどやっぱり、あなたも連れて行きたいんだよね。最終的にはね、このシックス・オブ・ワンズで、多分今現在でも十分だと思うんだけど、また何か新たなことをやって、それなりの成果を上げてくるよっていうのは出てる。だから今のお相手さんの気持ちっていうのはあなたとちょっとずれちゃってるんだけど、少し待っててくれじゃないかな。俺に時間を与えてくれ。俺はまだまだ伸びると。俺はもう一つ、もう二つイリュージョンを起こせると。お前にもっといい思いをさせてやるよ。よく言えばそうかもしれない。だけど本音は、お前にかっこいいとこを見せたいんだっていうとこかもしれない。もうちょっと本音を言えば、あなたに褒められたいんだよ。あなたに褒められると、この方はね、ぐーっとね、強くなる。そのね、オールマイティ感っていうのがね、この方の中からね、湧き出てくるってメッセージが来る。だから本当の本音の本音は、あなたに褒められたいから。だけどあなたはそこまで求めてないんじゃない？そんなスーパーマンってなくていい。普通のね、人であってほしいと思ってるんじゃないかな。だから、
この方をなんかちょっとやっぱりもう待ってられないっていうような意識が、伝わってくるね。だけどね、本当エースのカップなんかもあってね、やっぱりあなたのことを愛してると思う。うん。このスプレッドだけ見ると、もうちょっと待ってあげると、本当戦利品をね、持ってね、あなたの元に帰ってくるって出てるよ。あなたが待ちくたびれなければね。待ちくたびれなければねと言ったらやっぱりね、このなんか倦怠、報われぬ努力、が出てきたね。やっぱ、ちょっと冷めちゃってるかもしれないね。あなたの方が。この方は意気揚々とね、あなたの元に帰ってくるって出てるよ。シックス・オブ・ワンズで。どうだ、すごいだろうって。俺って生かすだろうって。もっと俺に惚れてくれよって。なんかそういうメッセージが来るね。いいんだぜ、俺色に染まったって、みたいな。なんか結構、あなたとのズレが大きく出てるかな。で、かたやこっちはね、やっぱりそもそも、なんていうかな、ありのままのお相手さんの状態で、あなたは十分ハッピーだよっていうのが出てる。だから、デビルなんだけど、いわゆる、ね、腐れ縁的な、そういう力を持ってるカードなんだけどさ、だけど十分な花を咲かすことができる。うん。だからデビルなのかもしれないけどね。その素のまま、素直なままの二人でいられないから、だからデビルなのかもしれないけど、本当はありのままの自分たちだけだったら、いっぱいね、お二人の関係性から得るべきものはあるし、芳醇な収穫っていうのを期待できるよっていう、そういうメッセージだよね。宿業で言うとさ、暗海のような関係性のね、自分たちでもなんとなく、怖くなっちゃうぐらい惹かれ合う。本当にこのまま本当にね、二人がどこ行くんだろうっていう怖くなるぐらいに理屈じゃなく惹かれるっていうのはね、やっぱりね、過去のね、前世のご縁っていうのがね、あるもんなんだよね。で、今生その人間界に戻ってこれるだけは本当にラッキーなわけなんだけど、大体戻ってくると意外に近場にいたりするもんなんだよ。その想念がね、やっぱり、やっぱりかすかにこう触れ合うように、何かこうバッティング、現実の我々の現象としてのね、我々この写しようのね、私たちもやっぱりこう、触れ合うぐらいにの近場にこういたりする。だから暗海的な関係、このいわゆる悪縁とか作されんとか、もうなかなかこう縁切りできないような関係性、往々にしてこうデビルなんだけど、本当はそうじゃないはずなんだよね。
なんか多分本当に素直になれれば、ありのままになれれば結ばれる、普通に結ばれるはずの二人なんだよというメッセージが来るな。まあこのねトップの戦車のことを考えると、あなたは随分この方にお声掛けしてんじゃない。いつまで待てばいいのっていうような感じで、もしくは気を使って、気持ちはそういう流行る気持ちがあるんだけど気を使って、まあもうちょっと頑張ってみたらっていうような感じで身を引いてるかもしれないね。だから結構やっぱり独りよがりな状態になっちゃってるから、まあ自分が納得いく自分になるまであなたの前には現れないぞと、戻れないよっていうような、まあ結局かっこつけたいんだろうね。今現時点ではまだなんか戦車なんでね、この方に対する気持ち、当たっていこう、まだまだ信じてみようっていう気持ちがあるかもしれないけど、ただ行くちょっと疲れちゃうかな。あなたの方が冷めてくるかもしれない。そのような暗示が出てますね。吊るされた男、まあ結構、まあ私はなんか崇高な波動を感じるね。まあひょっとすればもうあなたの逆鱗に触れてこの方が吊るし上がっちゃうっていうふうにも思うけど、あなたを失ったらこの方は多分寂しいんじゃないかな、やっぱりね。生きていけないくらいじゃないかな。生きていけないぐらいっていうと言い過ぎかもしれないけど、結構そんな感じかもしれないね。あなたに褒められたいんだっていうメッセージが来るから、あなたに褒められること、あっと言わせることがこの方にとっての栄養、この方がハッスルできる原動力。結局なんかそういうマイティ感をね、子供じみたマイティ感を感じてないと、その人生の活力、生きてる意味を、実感できない人かもしれないね。本当はもっとなんか普通のままでいいのかもしれないけど、だからなかなかそういう部分をあなたに見せないかもしれないけど、この方多分結構自分をやっぱり相当絞り上げて、努力して、かっこつけてる可能性があるね。あなたが待つことができれば、本当にかっこいい人に見えるかもしれないね。とてもなんか自分の美意識追求してる。ね、一つの境地まで到達してる人。だけれどもどっかで多分ある時まではなんかすごくかっこよく見えてたけど、あるところから本当にただ面倒くさい男に見えちゃうかもしれないね。なんかこの人といると疲れるわ。なんか私ばっかりなんかエネルギー吸い取られてないかなみたいな。まあエネジーヴァンパイアとまでは言わないけど、まあ私がいるとこの方元気はつらつなんだろうけど、私がなんかくすんじゃうよなみたいな。なんかどっかでなんか冷めてきちゃうかもしれないね。まあね、だけどこの離れているこの方の今の思いっていうのは、まあもうちょっと待っててくれ。もう少し時間をくれと。今にお前の知っている今の俺よりもっとすごい俺になってみせると。で、お前を驚かせてやるよって。
そういう思いでいるね。この吊るされた男見るとちょっと苦戦してるのかもしれないね。だからなかなかあなたに、素直になれない、時間が必要なのかもしれない。それこそね、この方がさ、自分が納得いく成果を上げてさ、あなたの元に帰ってきた時に、あなたがね、しらーっとしてたらね、かなりのショックを受けると思うよ。おそらく顔には出さないだろうけど、ね、大人になって、幼児的な喜びを得られなかったことに対して拗ねてしまった。そこら辺の自分の、心のいきさつっていうのはやっぱり説明しようがないだろうから。あなたにね、しらけられたらね、この方ね、かなりショックを受けると思う。今現在はね、まだあなた戦車で出てるからエネルギーがあるからね、もうちょっと待っててあげてもいいんじゃない。あなたが待っててくれる限り、この方のことを愛してくれてる限りはこの方、元気でいる。で、少なくとも一度はあなたの元に戻ってくると出ています。検体が来てるのかな。業の山だけれども、このスターあなただと思うんだよね。あなたに魅力を感じていた。ムーンで雲行きが怪しくなると。で、この体の位置でフォーブカプスが来てる。このナイトのソーズがお相手さんだと思うけど、画策されてるのかな。何か倦怠感を感じてるよっていうメッセージが来る。で、体の山なんだけど、10オブカプスね。愛の成就。これ以上ない良いカードだけど、同時に、本当にこれ以上ない。これより先行くと、また、一からやり直しになるわけで。で、この状態に、吊るし上がってんだよね。ハンギングマンで。で、気になるのが、この大きいトライアングルのタイ。ページのソーズ。これはおそらく、浮気相手じゃない。で、こっちのクイーンオブカップスがあなたに見えるね。この人の、この方のね、存在を知ってるんじゃないかな。ちょっとなんか焼けっぱちに見えるんだけど、グラス掲げて。で、上にはお相手さんが吊るし上がってるね。で、今離れているこの方の気持ちっていうのは、結構ね、角で、このフォーブワンズで、
、あなたのもとを去ることを考えてるかもしれない。もしくはあなたがこのページのソーズだった場合、このダークホースがあなただった場合は、あなたのもとに行こうと考えてるね。ただ今この状態なんじゃないかな。ハンギングマン吊るし上がっちゃってる状態。あなたもだから情報収集にね、このページオブソーズをあなたとすれば、今まだその十分な情報収集ができないんだよね。できない状況にいる。このクイーン・オブ・カップスの存在がある。そんな風に見えるね。結構ハードな状況、じゃないかな。修羅場だよね。これは結構決定的なのが出てきたよね。ズバリ愛人。恋心とかだよね。賛同者とかね、賛美者とか、マニアックな恋とかね。どうかな、このスター、ひょっとすればあなたが正規のこの方のこのお相手さんのお相手だと思ってたけど、ひょっとすればやっぱりあなたがそのダークホースかもしれないね。こっちのスターに愛人がかかってるから。だからあなたの存在がこの方を非常に惑わしてるかもしれない。で、ちなみにこっち結婚だからね。正式なオフィシャルな関係。もう燃えちゃってるよ。だけどかなりこれハードな恋だよね。だからこのページのソーズ、愛人としてのあなたが今この正規のね存在である女性からね奪い取らんとしてるっていうのが出てる。でこの方が画策しているのはこの方の感じてる門出っていうのは、この愛人としてのあなたとの愛の成就だよね。だからもしどうだろうな、あなたがこちらの立場だったら悲しいっていうかもうせいせいしてるっていうメッセージが来るけどね。くれてやるわよって、持ってきなさい、こんな愛もういらないわと、持ってきなさいっていうそういう強さを感じるね。クイーンのカップにしちゃ珍しいよね。どっちかというと内向的なナイーブな感じがするんだけど、トップのねフォーブ・ワンズはね軽やかな門でだけどこれひとときの休息とも読めるよな。この修羅場をくぐってここに到達してもやっぱり門でひとときの休息だからね、結構その先も
その先は大変かもしれないよね。難しい形の、恋愛だよね。まあだけどお相手さんの覚悟が決まってんじゃない？ナイトのソーズでもうやってやるぞと。技巧的な部分でもさ、まあ法的な部分でもね、きっちり収めるぞっていうのはなんかそういう意志を感じるね。スターが来たね。欲しい欲しい。あなたが愛人かなあなたがダークホースかもしれない。いや、もしくはね、これはね、リンクするってことかもしれないな。だから、この形で、この愛をね、結実させても、最初のこの5の山のさ、流れが、この方が検体に行き着いてるじゃない。4のカップスに。この5の山でね。だからこの星がかかってんだよね、この検体に。だからこれで勝ち取っても、同じ鉄を、このあなたの前の女性、この女性もひょっとしたら愛人だったかもしれないね。なんかその負のスパイラルっていうか、なんかそのねリンクを感じるよね。ただ今現時点では4のワンズだからまだ分かんないよ。だけど何かこう因果応報的な力を感じるよね。星星愛人だから結構ナルシストタイプかもしれないよ。近づけば遠ざかる、近くなりすぎると遠くへ行ってしまう。釣った魚には餌をやらぬタイプ。ナルシストだよね。魅力全開みたいな、タトゥー全開みたいなね。ただ魅力のある人でしょう。愛もこれだけスパークできる人だからね。ただね、この恋はハードウェイじゃないかな。だからこの道を行くんだったら、覚悟していくべきだと思う。いいですね。お相手さんが優しいのかな。ラバーズ10オブカップスで8オブペンタクルス。5の山のトップにはね4オブペンタクルスで、あなたにねとても尽くすって出てるよ。今ね連絡取れない、こう離れてる状況で相手の思いがわからないと、
あなたの方が強いんだよね、すごくね。まあ大きいトライアングルの体の位置はね、戦車が来てるけれども、結構ね、とても優しい方なんじゃないかな。悪い言い方すれば弱い。はっきりものを言えない。あなたに苦言を呈すことができない。でね、もう耳が痛いかもしれないけどね、あなたのことをね、エネジーヴァンパイアだと思ってるよ。セブン・オブ・ソーズ。うん。努力してんだもん、フォー・オブ・ペンタクルスで。こっちはエイト・オブ・ペンタクルスでね。だから俺がどんだけ努力しても、あいつに取られちゃうんだって。あなたはナイン・オブ・カップスで、ね、5万円の状態。ね、この方からも愛されて、愛もいっぱいもらってね。もうこっちは10だからね、10オブカップで。もともとなんか対等な幸せがちょっとあなたの独善的な幸せに若干変わったのかもしれないね。で、最終的にこの対の山ではこの戦車になってるから、だからね、今の気持ちっていうのはね、あなたに伝えられないんじゃないかな。それはあなたのことをね、エネジーヴァンパイアだと思ってる。うん。本来この段階で話し合うべきなんだよね、もっと。だからお相手さんも悪いと思うよ。ちゃんと小出しにしてその都度その都度思ったことやっぱ言わないから。だからこのトップのエイト・オブ・ソーズはその今離れてる理由を言ってくれずにね、なんとなくこのままフェードアウトするようなニュアンスをね出されてるから、やっぱモヤモヤしちゃうよね。やっぱりいくらあなたは強いっつったってね、やっぱり何も言ってくれないっていうのはやっぱり答えるじゃない。後引くし、離れ離れになってるにしてもやっぱり原因を聞かないと次につなげられないしね、改善のしようもない。だからやっぱなんかお相手さんがやっぱちょっと弱いのかもしれないよね。だからまあよく言えば優しいから本当のことを言えないのかもしれない。だけどどう思ってるかってあなたのことね、エネジーヴァンパイアだって許せないとか言って怒っちゃダメだよ。余計あれだよ、離れちゃうよ。まあもしくはこのエイト・オブ・ソーズがあなたが本当はまあ囚われてることがあるんだよね。とても恐れてること。だけどもその恐れの中に、まあ、自分を身を置くことを良しとしてると。どうかな。だからとてもね、妖精のね、力を感じるのよ。ポジティブな。あなたからね。だけれども、その陰の原動力を溶かしちゃってんじゃないかな。自分のその弱さとか卑屈さみたいなもの、そういうものを自分の潜在意識に押し込んで蓋しちゃって、で上滑りするようなところで、まあ非抑制的な立ち回り、用の展開を見せてると。自分の弱さとかさ、ね、苦しみとか悲しみとかそういう陰の要素をしっかりと向き合ってさ、向き合った人ってやっぱ強いじゃない。いろんな経験してさ、いろんな挫折して逃げなかった人ってやっぱ本当にやっぱポジティブじゃない。
本当のポジティブです。そういう人といるとやっぱ周りの人がやっぱこう元気になるっていうかさ。だけれどもその上滑りしてるその元気っていうのはさ、いいんだよ。いいんだけど往々にして周りの人を疲弊させちゃうよね。本人そのつもりじゃなくても。だからひょっとすればあなたはさ、とってもなんか自分の気持ちの中でもう蓋をしてしまわなきゃいけないようなとっても何か辛い、トラウマ、もっと言えばカルマを持ってるのかもしれないよね。だからお相手さんとても優しい人だから、ひょっとすればそこを感づいてるのかもしれないよ。それであなたと一緒にいた、あなたと結ばれた、あなたのために努力した。だけどあなたがあなたのそのハートのね、深遠な部分をいつまでたっても開いてくれない。その部分でね、この方と向き合ってくれないから、それでどんどん疲れちゃったのかもしれないね。でこのいきさつを多分なかなか説明しづらいと思うし、ましてあなたが聞く耳を持たなければ、この9カップね、カップの9みたいな状態になっちゃってると、聞いてもらえないとなるとなかなかこの方は伝えられないかもしれないね。ちょっとやばいのがね、また出てきたけれども、まずね、こっちだよね。やっぱりね、自分の本心を伝えたい、連絡したい。そうだね。これは私、あなたの本心に見えるな。で、それで今、やっぱりこのモヤモヤ感、囚われてる感、はっきりすれば次のね、恋に進んでいけるだろうけれども、足止め食ってしまってるんじゃないかな。だってむちゃむちゃ幸せだもんね、この下。ラバーズ。で、テンオブカップだからね。どうしてって。ちょっと理由を教えてって。お相手さんからね、聞こえてくるのはね、どうしてわからないんだって。自分で気づけよう。なんかそんなね、冷たい声も聞こえる。そう思うとなんか、ちょっとけなげでかわいそうになってくるね。あなたとっても強い人だって出てるけど。やっぱりそうだね。それでやっぱりこうやって囚われちゃってるのかな。でね、このトライアングルのさ、この単位の位置で怖いんだけど、パラノイアに戦車がかかっちゃってるからね。だからね、ズバリ読むと、このまま行くと、あなたが、耳が痛いよ。耳が痛いけど、あなたがね、ストーカー化するかもしれない。暴走するって出てる。許せないってね、メッセージ来る。私のどこがエナジーヴァンパイアなのって。ね。エナジーヴァンパイアより怖いね。だからやっぱ、なんか、なんていうの、こう離れてて、だけど、ね、なんかこう、このままフェードみたいな、理由がわからない状態っていうのがもうやっぱり、これがやっぱ悶々としてね、もう大変身しちゃうよ。見て、こんなにけなげだったのに、これがこっちになっちゃうから、これはちょっと気をつけた方がいいね。ちなみにこのセブン・オブ・ソードに関しては、お相手さんの気持ちだからね、本当にあなたが奪ったっていう、なんかそこまで明確なね、
メッセージには感じないよ。お相手さんが多分そう思っちゃってんだろうね。あなたに奪われたんだっていう。だからクイーンのワンズなんかはさ、なんでって、私奪ってないわよって、そういうメッセージがやっぱり来るね。だからある意味一番こう理解こじれちゃうとその理解し合えない二人かもしれないよね。あなたはやっぱあなたのこう立ち回りスタイルがあって、なんか陰と陽のその違いかな。互いが互いのその原動力になってるってところで気づければねいいんだけど、本当はお相手さんはあなたと接点を持ちたいと思ってるんだよね。意識のその深いところの領域でね。もっと言えばそのお相手さんがとてもナイーブな人って出てるから、そのナイーブさを本当に理解してくれるか、もしくは甘さで言えばその自分の弱さを慰めてほしいと思ってるかもしれないよね、あなたに。例えば母親のようなそのね無条件の愛でさ、恋人に期待できることでないんだけども、男も女もね。だけどそういう甘さがお相手さんにもあるかもしれないね。だからあなたのことをこうエネルギーヴァンパイアって呼び捨てして、で傷つけて、であなたを表現させちゃうっていう、そうとも読めるね。なんかそのお相手さんが浮気したとかっていうさカードが出てればさ、もうちょっとなんか、良くないけど取り留めはあると思うんだよね。だからそういうカードがないから逆にやっぱなんか囚われちゃうかもしれないよね。なんでって感じで。意味深な女教皇が来ましたけれども、ここを掘り下げろってメッセージで聞こえるかな。なんか女性性、その女の神秘みたいなもの、男に理解されなくてもいいような、そのベールで覆ったままでいいっていうような、なんかそういう部分っていうのを大切にしなさいっていうメッセージが来るね。奥行き、奥の間、こう押し芸というよりは引き芸みたいな、自分のこうテリトリー、こう自分の領域に相手をウェルカムしてそこで展開するような、そういう力を身につけなさいっていう、なんかそういうメッセージが来るよね。だからやっぱりここまで行っちゃいけないよっていう、とっても辛いだろうけど、ここであなたのその女性性っていうのを磨かれるよって、とっても辛いだろうけどその辛さをしっかり受け止めてね、克服することでその魅力が増すんだよって、人としてのね力になるよっていう、そういうメッセージかな。でお相手さんもね、なんかとてもね、なんか優しい人だっていう声が聞こえるんだよね。だからそう考えるとお相手さんの中のね、男の中の女性性みたいなもの、それがやっぱりなんか囚われてるのかなっていう、なんかそんな気もするよね。あなたの中に期待しているメルヘン、そして今お相手さんが勝手に錯覚してしまってるだけでしょう。あなたのことをネジヴァンパイアだと思ってると、もしくはあなたのことをストーカーだと思ってると、お相手さんが勝手に錯覚してしまっている、白日夢だよね。
なんかそのコントラストの中でお相手さんの中のなんかそのナイーブさっていうか女性性みたいなものが囚われてるのかもしれないよね。またなんかさっき言った、そう、自分のその弱い部分っていうのをあなたに慰めてほしい。母なる、ね、愛で、その無条件の愛で慰めてほしいっていう根底の、まあ叫びかな。だからお相手さんのなんかマザーコンプレックスにも見えるよね。だからまあ今その離れてるんだけど、そこのやっぱなんか女の力っていうか女の神秘性っていうかね、なんかベールにかかったままでいいんだよって、なんかそんな力が必要なんじゃないかな。なんかお相手さんが求めてるものかもしれないね。神秘性みたいなもの。なんかけど女教皇が出てきてくれたことによってさ、なんかこの強烈なコントラストがすごくなんか美しいものに見えてきた。まあ悩んでるね本人は辛いだろうけど、まあこの状況でじゃあどうしたらいいんだ。まあ今来るメッセージとしたら、もう少し苦しんでみなさいかな。苦しいかもしれないけど、今苦しんだっていうことに素直になりなさいってことかな。そうするとその今なかなか声がかけづらくなってるお相手さんから、声がかかるかもしれない。だけど振り切れちゃうと、まあ良くないよね。ある意味、お相手さんがあなたに抱いてる悪い想念、それが減少化してしまう形になるから、ある意味お相手さんの思うつぼになっちゃう。あなたが完全に悪役になっちゃうから。ね、陰陽のその中陽で、しっかりと鎮座することと、女教皇様はおっしゃってます。いいですね。